これがね、5000円で売れた作品です。初めて5000円を突破した作品。で、当時何をしたかっていうと、いや、この作品は僕のレベルをガンと引き上げてくれた作品ですね。そういう作品って何個かあるんだけど、多分ね、出会いますよ、みんなも。自分をね、めちゃくちゃ引き上げてくれる作品に出会う時ってあるんですよ。はい、お疲れ様です。西玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回のテーマはね、僕がね、フェルト作家として歩み出す1年目。どんなことを考えて、どんな行動をしてきたか。で、その時に作った作品ってこんな感じだったよっていうね、紹介をね、していきます。で、すごく大事なのは、1年目の作品がこれぐらいだったよっていう、そこはね、どうでもいい話なの。それよりも聞いてほしいのは、当時の僕が何を考えてどういう行動をとってたかっていうこと。本当今僕がこうやって作家業で食べていける、本当そこのスタートになってるんで、これね、今回話すのはね、当時ね、仕事を辞めて、ですぐフェルトに出会って、1ヶ月くらいフェルトやって、そしてね、食べていけないからスキーのバイトに行くんだけど、そこでの話なんだけどね。で、このスキー場での僕の経験っていうのが当時の経験がなかったら、今の僕はありません。僕はスキーをやってたからフェルト作家になれたと言ってもね、過言じゃないくらい、この時のこのスキー場での出来事っていうのはものすごく大きな成功体験になっています。というわけでね、一見ね、今みんなもね、やってることがさ、例えば仕事だったり、なんか他のことをやってたりとかね、一見全然ね、自分のやりたい未来につながってないような気がするかもしれないけど、全然わかんないよ。どこでどうつながるか。僕はね、声を大にして言いたいのは、もうとにかくね、今までやってきた全ての経験っていうのは今に生きてます。本当に今やってる経験っていうのをみんなは必ず生きてくるから、ちょっとね、どうしてもさ、こういう動画とかを見ちゃうと、いやいや、それは北川さんだからできたんでしょって、みんなそんな風に思いがちだけど、そんなことないからね。みんな、今日常が、これからみんなの意識一つで行動が変わって、そして未来が変わっていくからね。なんかそのきっかけの一つになればいいなと思って今回こんな話をしています。というわけでね、見ていってほしいんだけれども、ちょっとその前にね、お知らせとお願いがあります。じゃじゃーんでね、はい。スムスチュアーです。で、これはね、オーダーで作ったわけではなくて、これ何のために作ったかというと、この作品は来年僕が始めるオンライン教室、これをね、教材っていうかね、レッスン動画の一つとしてね、まずここまでスムースチュアーを作ってみようっていうレッスン動画を作るためにね、作った作品です。で、こんな感じで、例えば、三毛猫を作ってみようとかね、いろんな種類の、例えばこう、パグを作ってみよう、フレンチブルドッグ作ってみようとかさ、あとダックス作ってみよう、ね、猫だったらエキゾチックショートヘア作ってみようとかね、折れ耳のスコティッシュフォールド作ってみようとかさ、いろいろな犬種とか猫種をちょっとね、いろいろ準備してレッスン動画を作ろうと思ってます。だから、オンラインレッスンに受けに来てくれた人は、好きなやつを選んで、で、それを一つ一つね、こうカリキュラムをこなしてできたら、じゃあ次、これやってみようかな、なんてね、できるようなシステムにしようと思ってます。で、フレームタイプの顔だけじゃないです、僕の教えるのは。ちゃんと全身の作り方を教えます。こういう伏せポーズだったりとか、あとはお座りの作り方とか、なんか基本となるような、そんなのもね、全身の猫の作り方、犬の作り方、各種ポーズとか、あとその他にも、こういったね、ハムスター関係作るかもしれないし、ウサギはね、作ろうと思ってます。学びに来てくれた人が、いろんなカリキュラムをこなせるように。で、オンライン教室っていう、そこの利点をね、最大限に活かしたくて、オンラインでやるっていうことはね、日本中どこにいても受けれるわけね。なんだったら世界中どこにいても受けれるのね。で、今回はちょっとまだ日本語版、日本人向けにしか作らないから、ちょっと言葉の壁の問題があるから、世界中でっていうわけでちょっとなかなかいかないんだけど、これがしっかりできたら、翻訳した海外バージョンも出していこうかなと思っているから、海外のお客さんはね、ちょっと待ってほしいなと思うんだけれども、で、ここでお願いが一つあるんだけれども、できるだけみんなの意見を取り入れたくて、やっぱりどうしてもこう、かゆいとこに手が届かない場合があるから、例えばさ、みんな今まで僕のレッスン動画ね、見てくれてやってくれたことあると思うんだけども、その中で、こういう場面でもっとここをしっかりと詳しく教えてほしいとかね。で、こういうとこが分かりにくかったとか、ここは良かったからもっとこうしてほしいとかね。何かしら意見があったらね、もうどんどんね、コメント欄に書き込んでください。
みんなの意見を取り入れて、より良いものを作ってね、みんなで作り上げたオンライン教室にしたいわけね。というわけでね、まだまだね、作り始めたばかりで、まだごちゃごちゃしてるんだけどね、みんなのね、意見をどんどん取り入れて、早いうちにね、しっかりと作り込んで、来年の春までには出したいな。本当はね、年明けぐらいに出したいんだけども、ちょっと多分まだ無理だと思うから、2月、3月、遅くても4月までにはね、これをリリースしたいなと思うのでね、みんなのね、協力をね、お願いします。はい。というわけでね、じゃあね、話は戻って、今回の本編の方。当時ね、作家として歩み始めた僕の1年目。その本当に一番最初の時、何をしたかっていうね、この話をね、最後まで聞いてってください。はい。ね、これはね、スキーのね、バイトに行くんだけど、自己紹介の時に、フェルト始めてまだ1ヶ月しか経ってない僕がだよ。フェルト作家として活動してます。あと何年かしたら、世界的に流し入れてるような作家になってるから、ぜひ注目してくださいぐらいの大口を叩いたの。っていうのはね、海外スキーのインストラクターとかもいっぱい来てて、で、日本のスタッフとかもいっぱいいて、で、その中でね、みんなに対して言った自己紹介だったんだけど、それはね、一つ僕のね、ターニングポイントになりました。やっぱりね、みんなの前で、僕はこうしますっていうのを宣言してしまうっていうこと。これはね、かなり大きいです。やっぱり言った手前絶対に自分はやらなきゃいけない立場になるし、そうやって追い込んで、ね、それをしました。だけど、ね、フェルトをやってますなんていうのはかなり勇気いりました。でもね、言ったことによってね、何が起きたか。その自己紹介が終わった時に、スタッフの子が来て、北川さん、フェルトやってるんですね。私、飼い猫と今離れて暮らさなきゃいけないから、作品作ってくださいって1万円でお願いしますって言われたの。で、もう言っただけでもう作品売れてるんだよね。で、だけど僕、まだ始めたばっかりで全然ね、オーダーで作ったことないから、じゃあ練習させてってお願いして作らせてもらったのがこれです。っていう風にやってると、違うインストラクターから、プレゼントしたいから犬2匹作ってほしいんだって言われて、これもね、じゃあ僕練習させてくださいって言ってね、作らせてもらった作品がこれ。こんな感じでね、初めて作った犬。で、そしたらね、今度ね、別のインストラクターから、猫の作品プレゼントしたいんだって言われて、ね、作ったのがこれなんだよね。今見たらね、全然ね、ひどい作品なんだけど、でもすっごい喜んでくれて。で、これもね、インストラクターからお願いされて作った作品ですね。こんな感じの作品も作ってました。で、スキー場でね、そうやって、タダでとにかく作って、それでね、もう11月からね、3月くらいまでびっちり、もうスタッフたちに頼まれた作品作り。日中はもうスキーびっちり教えに行って、で、夜はフェルト作品作ってってやっていました。で、これでだいぶ自信がついて、これ頼まれても作れるなって思ってて、そうこうしてるうちに、スキーでね、日中ね、プライベートレッスン、スキーのお客さんね、プライベートレッスンのお客さんとかつくから、教えるときに、リフト乗ってるときに世間話をするんだけど、その時に、いろんなお客さんに僕はね、めちゃくちゃセールスしました。で、めちゃくちゃセールスっていうのは押し売りとかそういうことじゃなくて、話題の中でペット飼ってるんだなんていう話題が出たら、実は僕ね、こんなことやってるんですよってスマホの写真、作品写真見せて、今ね、こうやって画面に映ってるような、同僚たちに作ってあげた作品見せてあげて、で、もしよかったら、僕オーダー始めるから作りますよっていうね、本当にね、こういうね、すっごい泥臭いんだけど、地道に直接対面で売り込みっていうのをね、しました。で、これね、もう言ったらすぐ注文なんて入るわけなくて、もちろんね、いや、そんなの全然興味ないからってね、こう、すごい邪険に扱われる時だってあったし、嫌な思いしたこともたくさんあるけど、でも、それでも負けないで、もう本当に地道に、セールスをしてたら、ある日ね、ミニチュアピンシャー買ってるのって言って、ぜひ作ってほしいって言って、2匹いるのって、初めてのオーダー。これはちゃんとお金払います。作ってくださいってお願いされて作ったのがね、これなの。これが初めてのうちの子オーダー。お金をいただいた。だから最初、こうやって頑張って地道に売り込みを続けた結果、泥臭いことをやった結果、1体3万円だから、6万円の売り上げを上げることができたんだよね。これはね、めちゃくちゃ大きなもう経験だったし、すごい成功体験。これは僕の中でめちゃくちゃ特別な成功体験です。本当商売の基本になるところを一番最初に自分の中で泥臭くやれて、そしてそれを成果につなげることができたっていうのは大きな経験です。でね、友達にチワワ飼ってる子がいるから、その人にプレゼントしたいって言ってくれて、さらに追加オーダーで、その時はね、僕ね、
生意気にも値上げさせてもらって、なんとね、で、チワワ2体作らせていて、これはね、1体5万円。だから最初のお客さんで僕はね、最初のお客さんから16万円の売り上げがあったんだよね。作ることができたの。これはね、本当に大きかったです。そうこうしてるうちにもうスキーのバイトはね、4月で終わりだったから、そっからね、始めるんだけども、僕はヤフオクでね、やりました。で、ヤフオクで一番最初の作品が100円だったから、次は500円で売れる作品を作ろう。500円で売れたら次は1000円。1000円で売れたら次は3000円ってね、どんどん自分の中で目標設定をして、その金額に見合うものを作れるように、ね、頑張りました。で、例えば、最初にね、壁を感じたのは5000円の壁。5000円で売れる作品がなかなか作れなくて、当時まだ。で、いろいろ試行錯誤してね、作って、これはね、3000円くらいだったかな。で、いろんなの作ってんだけど、売れなくて、これがね、5000円で売れた作品です。初めて5000円を突破した作品。で、当時何をしたかっていうと、5000円で売れてる人たちの作品がどのレベルかっていうのを徹底的にリサーチした。で、このくらいのレベル感じゃなきゃ5000円いかないんだなって思って、じゃあどうしたらいいだろう、ポーズはこうした方がいいのかなとか、いやいやそうじゃなくてもっと小物を使った方がいいのかなとかね、いろんなことを試しながら、もう何体も作ってなかなか5000円超えれなくて、初めてこれが5000円超えれた。で、5000円ポンと超えれると、あ、これぐらいが大体相場感だなってわかるから、するとね、もうポンポン5000円以上で普通に売れていくのね。基準値が変わるんだろうね、自分の中で。でね、次壁に当たったのが1万円の壁。1万円の壁はね、なかなか時間かかりました。でね、まあそんな風に作品をね、作ってね、やってきました。まあこんな作品作ったりとか、全然ね、猫も作れてないんだけど、でこんな作品とかをね、ヤフオクで販売して、この辺ぐらいから1万円で売れるようになってきたのかな。で、いろんなのをね、作りました。で、西表山猫をちょっと作ってみようと思って作って、これ結構大きな作品だったんだけど、これをね、ヤフオクで販売したの。そしたらね、その、1万円の壁を超えてから、次2万円とかってやっていくうちに、まあ、大きな作品作ったり、いろいろ試してて、この西表山猫が3万7千円でね、落札されたんですよ。で、この落札してくれたお客さんが、対馬山猫も作ってほしいって言われて、これがその作品なんだけど、で、同じくこっちも3万7千円で作ってあげて、だからこの2体で1人のお客さんに7万円の売り上げがね、オークションで作ることができたから、あ、これはもういけるなって思って、こっからミンネとかに切り替えます。で、次。ミンネでね、初めて出品した作品がこれなんで、これはね、4000円だったかな、6000円だったかなって売れたんだけど、これは出してね、2週間くらいですぐ売れたんだけど、最初ミンネではオーダーを取らずに自分の作った作品をヤフオクで販売しつつ、ミンネやクリーマなんかでも販売をね、始めていきました。こんなね、虎とかも作りましたよ。この虎を作ろうと思った理由は、大きな作品を一回作ってみようと思って、で、それでどれぐらい時間がかかるのかっていう尺度が欲しかったのと、あと、こっから先ね、オーダー入ってきたら虎猫とか作ることがあると思うから、虎模様っていうのをちゃんと作ってみようと思ってね、一回ね、挑戦してみようと思いました。だけど、この時ってね、うわ、めんどくさいと思ったの。こんな複雑なでかいの作るの大変だけど、でも一回作ってみたいな、自分にできるかな、どうかなって思ったんだけど、挑戦してみたの。してね、まあ、このくらいのね、40何センチの大きさだったんだけど、当時の僕にしたらすごい大きな作品なんだけど、こんな作品を作ることができて、これもね、かなりね、スキルアップしました。めちゃくちゃこの作品から学んだことがね、たくさんあります。まあそんな感じでね、やっぱり何かに一回こう集中的に挑戦する作品っていうのがあると、自分のレベルガンと上がるからね、ぜひね、そんな風に時々挑戦してほしいんだよね、みんなにも何か作品作りの時に。またね、こんな感じでね、どんどん少しずつ上手くなっていって、リアルになるにはどうしたらいいんだろうとかっていうのをこの頃からすごい意識し始めて作ってます。全然ね、ほらもう今みたいにね、顔なんて全然ちゃんと出来上がってないんだけど、でもね、当時はね、いろいろ試行錯誤しながらね、やってました。こんな感じ。ほんと1年目はね、こんな感じの作品ばかりです。この作品は
僕のレベルをガンと引き上げてくれた作品ですね。そういう作品って何個かあるんだけど、多分ね、出会いますよ、みんなも。長くやってる人はわかるかもしれないけど、自分をね、めちゃくちゃ引き上げてくれる作品に出会う時ってあるんですよ。で、これはね、その一つです。初めてね、この辺の、涙染みっていうかな、こういうのをつけたりとかして、本当に細部にこだわってみようと思ってね、当時ね、できる限りのことをやって作ったら、すっごい、これね、当時の僕の実力をはるかに上回る形のものができてるんですよ。で、これが本当に一つのきっかけとなって、こっからね、より細かいところに少し気を配るようになって、似せるためにはどうしたらいいかっていうことをすごい意識して作るようになりました。もう、そういう作品でした。そこからね、少しずつね、自分のレベルが上がっていって、もう本当1年目です。これもね、バランス悪いけどね。こんな感じね。たまにね、こんなトナカイとかも作りましたよ。この作品もね、めちゃくちゃ勉強させてもらえたね、フレンチブルドッグです。このね、前足にこう、顎を乗せて、肉感が、ぷにょっとした肉感。これをね、出してくださいっていう注文だったんだけど、当時の僕にはね、できなくて、でも試行錯誤して、それがね、こうやってできるようになって、ほんとね、これもね、僕を成長させてくれた作品です。特に初期の頃は多いよね。すっごい自分が伸びるきっかけになった作品に出会うことが多かったです。ここからね、1年目か、これも。1年目から2年目に入るぐらいの作品ですね。こんなところでね、いろいろね、作品を作って、少しずつ自分の中で技術アップを感じながらね、作っていきました。この作品も、めちゃくちゃ僕の中で、大きな作品で、本当に断ろうと思ったくらい、当時の僕には作れない毛色で、うわ、こんな複雑なの作れないよ、どうしようと思ったけど、受けました。でね、これからオーダーやる人とかも、ぜひね、こういう考えをしてほしいんだけども、これ、仕事全般、何でもそうなんだけど、例えばね、今の自分のスキル、力が100のうち40しかないとする。で、仕事をもらった時にね、上から仕事をもらった、あるいはね、お客さんから仕事をもらった時に、今自分の実力は40くらいしかないんだけど、50なきゃできないような仕事をもらった時に、普通の人はね、自分にはちょっと無理だって断っちゃうの。でも、そういう選択をする人はね、伸びないの。で、そういう時は、頑張ればできるじゃん。今の自分にはできないけど、でも死ぬ気で頑張ればなんとかなるかもっていうやつは、迷わず受けること。そして死ぬ気で作り上げること。すると、絶対に形にできるから。そして、そうやって形にすることができたら、死ぬ気で取り組んだその作品から得られる情報、得られる技術、本当にね、もう、一作品で10個くらい作ったぐらいのスキルアップが一気に図れるから、本当ね、そういう仕事の仕方っていうかな、選択肢が目の前に2つあった時っていうのは、絶対にきつい方を選ぶこと。僕はそうやって先輩に教わってきたし、まさにそれをやってきて、とにかく楽な方に行かない。絶対に辛い方、きつい方を選択して、必ず成し遂げて自信につながっていくから、もう本当ね、これはね、めちゃくちゃ、どんなこと、フェルトだけじゃなくてもだよ。人生において何かね、選択迫られた時に、なるべく僕はきつい方を選ぶように心がけてます。それは成長することを知ってるからです。はい。こんな感じでね。全然ね、最初なんてね、犬のオーダーしか入らんかったの、猫下手くそだったから。それがね、どんどん犬と変わらないくらい猫のね、オーダーが入るようになって。今じゃね、逆転したね、完全に。猫ばっかり来るようになって。こんな感じでね、これはもう2年目に入ったくらいかな。作品のね、レベル最初の年と比べたらぐっと上がったよね。今見てもね、この作品もね、すごい、めちゃくちゃ僕を引き上げてくれた作品かな。このお客さんね、もうリピートで、このお客さんだけで何体作ったかな ?9 体作ったからね、このお客さん一人に。
すごいよね。本当にリピートしてくれるのもすごいありがたいなっていうところですね。はい。こんな感じでね、多くの作品をね、ほんとね、もう月に全身作品のオーダーを毎月6体作ってたの。少なくても5体。当時は絶対に毎月6体作ってやるっていうのを僕の中のミッションとして入れてやってたんだよね。で、それはなぜかっていうと、とにかく僕はもうこの道でやっていくって決めてたから、とにかく頭一つ飛び抜けるくらいの技術が欲しい。で、生活もあるからかかってるから、売れないとさ、食べていけないから、家族を養っていくことができないから、もう本当に切羽詰まったから、もう死ぬ気でやってた、本当に。で、3年間は絶対にそれをやり続けるって自分の中に決めて、ルールとして決めて、もう毎月絶対月5体6体を作る。だから、月ね、5体6体作るためには、注文が入ってなかったら話にならないからね。だからその絶対に注文が入るレベルにすぐなるためにはどうしたらいいかっていうと、とにかく数を作って、もう、とにかくどれだけ早く上手くなるか。そして上手くなってお客さんがいっぱい来るようになったら、とにかくもうオーダーを止めないで、もう1年待ち2年待ちになるかもしれないけど、とにかくたくさんのお客さんをオーダーを受けて、で、確実にこなしていく。っていうことをね、とにかくやりました。で、長くやったら絶対に体を壊すのは分かってたから、3年間は、まあ僕自衛官だったし、かなりきつい訓練とかもやってた人だから、普通の人よりはね、そういうところは体制があるからできるっていう自信があったから、まあ実際にね、やってきたんだけど、それをやることによって今の立場が手に入って、そして、そのうちみんなが教えてほしいですっていう人がどんどん増えてきて、今ね、教えるっていうことができてる。だから、最初に自分がこういう風になるんだって決めた目標、目的、このためになるんだっていうところから逆算してやってきたんだよね。そんな感じでね、1年目やりました。とにかくね、こうやってやることで、本当たくさんのことをね、学んでね、本当今の立場に来たんで、今やってる人はね、もうぜひね、どんどん機会を見つけて、時間ね、見つけて作ってほしいし、長くやってるけどなかなかね、芽が出ないんだっていう人はね、また初心に帰って、楽しむとこからね、始めたり、あとね、時々、すっごい集中してチャレンジするっていうこと、作品に。すごい作品を作ってやるっていうことに、自分の中にミッションを置いてチャレンジしてほしいんだよね。そうすると、絶対にこの1体作るだけでほんと10体分のスキルが手に入ったりするから、まあ、そんな風にね、やってみてください。はい。そんなところですね。で、すっごい話飛ぶんだけど、今この画面に映ってるこの写真ね、これ絶対みんなやっちゃダメなことね。これ。窓際に、こうやってフェルト素材を飾ってんだけど、これ絶対にやっちゃダメだからね。これなんでかっていうと、こうやってなんかさ、窓際に置くと綺麗なんだけど、これね、太陽光が当たるところにずっと置いておくと、羊毛の毛の油分がね、飛んじゃって、素材がね、パッサパサになっちゃうの。で、すっごい切れやすくなるし、全然使えなくなっちゃうから、太陽の当たるところにこういう風に飾ったりしないこと。っていうことはね、最後ね、注意して終わろうと思います。はい、そんなところでね、今回の話は終わりにしたいと思います。何かね、役立てばいいなと思います。はい、それではね、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。